どうも皆さんこんにちは。今日は自宅で自分のカメラを使ってフィルムをスキャンデータ化するっていう話です。2年ぐらい前にも同じような内容の動画を作ったことがあるんですけど、今回もスキャンの仕方はその時とほぼほぼ同じです。で、編集の仕方を変えました。編集のやり方を変えたことによってさらにリアルなフィルムっぽい仕上がりになっていると思います。この動画を見て自分でもやってみようかな、自分でもできそうと思った方、ぜひいいねボタン押してください。今日は前半でスキャン、後半で画像編集をやっていきます。画像編集だけ見たいっていう方は早送りしちゃってください。タイミングはこの動画の概要欄に書いておきます。今回スキャンする素材のフィルムは前回の私の動画でご覧いただいたものです。その動画の中ではビッグカメラでデータ化してもらった写真を見てもらったんですけど、今日は後ほど自分でデータ化したものとビッグカメラでデータ化してもらったものを横に並べて比較しようとも思っています。ぜひその2つの差も楽しんでみてください。まずは使うツールの紹介をします。まず今日使うツールの紹介をしておきます。カメラが富士フィルム X-T3、レンズが XF35mm F1.4 で、カメラとレンズの間にこの接写リングを挟みます。これはね、オートフォーカスもできるタイプの接写リングです。で、ニコンのスライドコピーアダプター、ブロワーでビデオライト、そしてプラスチックマウント、こういうフィルムを挟むものです。カメラ、接写リング、レンズ、スライドコピーアダプターをすべて接続します。こんな感じの見た目になります。そしてプラスチックマウントにフィルムを挟みます。2年前の動画ではフィルムをシートのまま挟むマウントを手作りして使ったんですけど、今回はフィルムを1コマずつ切ってこういうプラスチックマウントに入れました。このマウントは25枚入って500円とかで Amazon で売ってます。これをスライドコピーアダプターに挟みます。ライトはカメラの向かい側から照らします。ISO 低めで撮りたいので、ライトはハイパワーで当てておきます。で、カメラの設定なんですけど、後で画像編集をするので、ローで撮影をしておきます。今この状態でカメラのモニターを見るとこんな感じです。カメラ設定は ISO がそのカメラで一番低いものに設定します。このカメラは160です。F 値は8。シャッタースピードはそれらの条件で露出が合うように調整します。で、シャッターを押した時の衝撃でブレないようにシャッターは2秒タイマーでやってます。シャッターを押します。今の手順を一枚一枚繰り返していきます。枚数がある場合、このフィルムの入れ替えがいちいちめんどくさいんですけど、たまにしかフィルム写真撮らないよっていう、私もそうなんですけど、そういう人の場合はこれで十分なんじゃないかなと思います。では次、これをライトルームとフォトショップで編集していきます。まず最初に使うのは Adobe Lightroom です。直接 Photoshop に行っちゃうのもありなんですけど、私は撮った写真は Lightroom で一括管理しているので、まず Lightroom から始めます。現像のページからスタートします。さっき撮ったローデータがこちら。これはデフォルトの Adobe Color っていうプロファイルが当てはまった状態です。今回はこのまま Adobe Color でスタートします。最初に行うのがホワイトバランスの調整です。ホワイトバランス調整のここにあるスポイトを選択して画像の中のニュートラルカラーを選択します。ニュートラルカラーっていうのはこの画像の中のグレーであろう部位を選択すれば OK です。グレーであろう部位っていうのはこの写真の場合はアスファルトの灰色を選択しておけば OK です。この辺を選択してみます。さっきまでオレンジがかっていた画像がちょっと色味が変わりました。これで OK です。で、次、必要なのは画像部分だけなので、外枠部分をクロップします。それから画像が少し傾いているので、こちら切り抜きをクリックして傾き調整します。そして画像の部分をクロップします。ここまでやったら次は Photoshop に移ります。画像の上にカーソルを置いたまま右クリックで他のツールで編集の中から Adobe Photoshop 2021で編集をクリック。そうすると自動的に Photoshop が開いて画像が現れます。まずコマンドキーと J キーを同時に押してレイヤーの複製をしておきます。このレイヤーの複製やらなくてもいいかもしれないんですけど、私いつも Photoshop での編集を始めるときにレイヤーを複製してから編集スタートっていうのが癖になっているので、ここでやっておきます。次にこのレイヤーを選択した状態でイメージ、色調補正、階調の反転を選択します。これで一気にカラー写真っぽくなりました。まだでもぼんやりとした感じで締まりがないですよね。次のステップで一気に写真が締まります。見ててください。
イメージの中の自動トーン補正をクリックします。どうですか？これで一気に画像が締まりました。で、次、フィルムにホコリがついていたりとか、もともとのフィルムカメラのレンズが古くて、塵やゴミが映り込んでしまっているとか、理由はいろいろだと思うんですけど、自宅でこの方法でスキャンすると、画像にそれらが映り込んでしまっている場合、多いと思います。それらのゴミとかホコリをここで除去しておきます。この作業、ライトルームでやるよりも、フォトショップの方が早いし、綺麗で確実な仕上がりになるので、ここでやっておきます。こちら、スポット修正ツールを選択します。ここ、絆創膏みたいなアイコンを長押しすると、この中に入っている機能が表示されるんですけど、この中の一番上のもの、スポット修復ツールを選択します。そうするとこの丸いブラシが表示されるんですけど、このブラシの大きさは自由に調節できます。この辺で調整することもできるんですけど、ショートカットキーを使うと簡単なので紹介しておきます。ブラシを大きくするには鍵括弧閉じるキー、小さくするには鍵括弧始まるキーをそれぞれ何回か押して調節します。で、画像を大きくしたい場合、これもショートカットキーで操作できます。コマンドとプラスキーで画像が拡大されます。コマンドとマイナスキーで画像が縮小されます。今から取り除きたいゴミの大きさでここら辺を調節しながら取っていきます。この状態でゴミのある部分をなぞると、きれいに背景になじませた感じでゴミを除去してくれます。これが Photoshop はとにかく素早くきれいに処理してくれます。結構たくさんゴミがある場合でもどんどんクリックしていけばいいだけなので、かなり仕事がはかどります。ライトルームでも似たような機能はあるんですけど、処理スピードが遅いのでやっててイライラするっていうこともあって、私はこの手の作業には Photoshop を使ってます。で、画像の位置を動かしたい時のショートカットキーなんですけど、エンターキーを押しながらクリック&ドラッグで画像の位置を動かすことができます。ではこれでゴミもきれいに取れたので、次ライトルームに戻ってもう少し微調整していきます。Photoshop のファイルをクリックして保存をクリックします。そうすると自動的にこの画像がライトルームに転送されます。ちょっと転送に数秒かかります。ではライトルームに転送されたので編集を続けていきます。全体的にもう少しシャープにします。ディテールの中のシャープを上げます。そして基本補正を調節していきます。少し質感をアップさせるのにテクスチャを上げます。メリハリをつけるのにコントラスト、シャドウ、ブラックを調整します。それからまだ全体に青みが強いのでホワイトバランスを操作します。上の段ちょっと黄色側に持っていって、下の段緑側に寄せます。この辺は様子を見ながら調節します。あと少しビネットを入れておきます。効果の中のスタイルでハイライト優先で適用量を少し下げます。画像の四隅が少し暗くなります。このビネットを入れる入れないも好みだと思うんですけど、お店で現像データ化をお願いすると少しビネットを入れてくるので、ここでもちょっと入れておきました。これで仕上げでいいと思います。微調整の前と微調整の後見比べてみます。まあまあいい感じに出来上がったと思います。それから先日ビッグカメラでデータ化したものがあるので、それと今仕上げたものと見比べたいと思います。そんなに大差ないような感じですよね。今回カラーネガでやったんですけど、モノクロネガでもできます。モノクロでやってみたサンプル見てみてください。スキャンした状態と画像編集した後の状態です。私2年前はライトルームだけで仕上げようとしていて、時間がかかる割には色とかトーンを再現できずに、なんかねちょっとぼんやりとした仕上がりになっちゃってました。それが今回フォトショップを使って階調の反転と自動トーン補正をやったら、一気にリアルな感じに近づきました。これリバーサルフィルムで行う場合は反転作業がいらないので、もう少し簡単にできるんじゃないかなと思っています。私もねまだねリバーサルフィルムではやったことがないんですよ。リバーサルフィルムも一応買ってあるので、近々試したいなと思ってます。前のこの動画の中でも言ったと思うんですけど、私フィルム写真を撮ること、それ自体ももちろん楽しくはあるんですけど、それよりもこのスキャンして
画像編集するこのプロセスの方がもっと好きです。このプロセスを楽しむためのネタとしてフィルム写真を撮ってくるっていう感じです。なので本当のフィルム写真愛好家の方とはちょっとね趣向が違うんじゃないかなと思ったりもします。会長の反転をさせた時のおおっていうねその感じが楽しいので、ついついねネガフィルムばっかり使っちゃいます。つい最近またこのフィルムカメラを買ったんですよ。またこれで撮った写真をインスタグラムにアップできたらいいなと思っています。またフィルム写真に関することもたまにこのチャンネルでやっていきたいなと思っているので、よかったらチャンネルフォローしてください。それでは今日はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。